皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、国際日本文化研究センター図書館のオンライン見学会です。私はここで師匠しています、江上と言います。よろしくお願いします。大西と言います。よろしくお願いいたします。で、ここは国際日本文化研究センター図書館の閲覧室なんですけども、大体こんな感じですね。すごい丸い閲覧室と、あと天井のステンドグラスがとても印象的ですね。はい。国際日本文化研究センターはですね、京都市の西京区の端の方にありまして、もともと文部科学省が設置した、大学郷土利用機関になります。1987年の設置です。海外の日本のことを研究している研究者とか学生をサポートするために作られた、そういう目的で作られたセンターになります。ですので、国内の研究者だけじゃなくて、海外の研究者や学生の皆さんにも来ていただいて利用していただいていると、そういうセンターです。図書館ではどういった資料を集めているんですか？そうですね、普通の図書とか雑誌ももちろんあるんですけれども、地図とかマイクロフィルムとか DVD とか、あとはレコードとか絵はがきのようなものも収集しています。絵はがきとかレコードはちょっと珍しい資料ですね。そうですね、そういったものを収集して、日本研究ですとか、あるいは日本の大衆文化研究というものに役立てていただくということで、行っています。で、全体で60万点近くの資料を所蔵しています。60万点って言ったらかなりの数なんですけど、この建物に全部あるんですか？いや、ここはもう見ていただいている中はごく一部でして、実は奥の方に建物がもう3つ横に並んで、存在してますんで、全体で4つの建物で図書館というふうになっていますので、今からそちらの方へご案内していきたいと思います。お願いします。はい。ここはですね、資料館1階、で、日本語の本、政治経済社会学とか日本史の類の本が置いてあるところですね。で、さらに、横に、続いていって、資料館の次に、外書館という建物が、つながっています。ですから、横に4つの建物が並んでいて、それぞれのフロアが横につながっていると、移動できるというような状態ですね。今入ったのが、ここが外書館と呼ばれる3番目の建物で、ここの1階には、日本語の雑誌を置いてあります。たくさんありますね。たくさんありますね。やっぱ日本っていうキーワードだけでいろんな分野の雑誌持たなきゃいけないので、結構幅広くあるかなという感じです。でそして、次に入ってくるのが4番目、最後ですね。ここは映像音響館と呼ばれる建物になります。すごく新しい雰囲気。そうですね。ここは2014年に竣工した、建物で一番新しいという感じですね。はい。じゃあこの中にちょっと部屋がありますので入ってみたいと思います。お願いします。はい、こちらが、図書館の映像音響館の1階にある、視聴覚室になります。この中には、CD とか VHS のビデオテープ、DVD、それからブルーレイのディスクなんかが、置いてあります。DVD もたくさんありますね。はい。一応ね、日本研究では映画とかアニメとかの研究も多いので、そういったことのために一通り、資料を揃えているというような感じですね。海外版のアニメとかあったりするんですか？はい、そうですね。ちょっと行ってみましょうか。はい。これが、見ていただいているのが、日本のアニメを、海外で、字幕とか吹き替えで英語かなんかにしてで販売しているというような、DVD を集めた棚ですね。ドラゴンボールとかありますね。ナルトとかね、そういったものが結構ありますね。日本のアニメって海外で人気があるって聞きますけど、海外版がこんなにたくさん出てるんですね。一箇所に集まってるっていうのはなかなかないと思いますね、日本でもね。あちらは何ですか？あちらはですね、レコードですね。ちょっと見てみましょうかね。はい。はい、こちらがですね、浪曲が収まっているレコード、SP レコードですね。LP じゃなくて SP の方のレコードになります。レコードって立てておくイメージがあるんですけど、こういった保存方法って
何かどうやって決めたんですか？そうですね、SP レコードって LP と違って昔の素材なのでちょっと柔らかめで縦に置いちゃうとどうしても歪んじゃうらしいんですね。なのでこうやって横置きにすると。でこういったこともですね、専門の先生にアドバイスを受けて、こういった箱に入れたりして、保存するということを決めてやっています。なるはい、これは、浪曲レコードはですね、数年前に個人の方がコレクションとして持っていたのを全部寄贈していただいて、1万枚のなにわ節のレコードがあるんですけども、電子化できるものは全部電子化して今ネットで公開してデジタルアーカイブとして聴いていただくことができます。大西さんの出番はここまでになりますけれども、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあここからはですね、後藤さんとご一緒に参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、後藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今我々がいるのはですね、映像音響館の2階のフロアなんですけども、こういった感じで広々とした感じで、美術芸術関係の図書と、それからあの辺に、漫画のコレクションが置いてありますね。これも漫画はですね、研究のための資料として、こうやって所蔵しているというものです。いや、かなり漫画多いと思うんですけども、そうですね。この漫画なんかどういう研究になんかで使われるんですか？そうですね。もともとっていうか前の所長、小松所長が妖怪の先生で、妖怪の研究をしている先生で、妖怪が出てくる漫画とか、あとホラーとかそういったものを中心に買ってくれって言われて、収集したりと。あとは特定の先生が特定のテーマで何か研究するときに、そのテーマの漫画をバッと買うとかいうようなことでちょっと収集している感じですね。もう研究目的でということになります。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ここはですね、外書館の2階のフロアになります。ここにはですね、中国語の資料を大体5万冊ぐらいのものが所蔵しております。こんな感じで日本研究の中国語の本とかっていうものが置いてあります。中国語図書もかなりあるなっていうイメージなんですけども、私の印象からすると日文系でなんか中国語の図書がこんなにたくさんあるっていうのは少し意外な気がするんですけども。そうですね。中国語で書かれた日本についての本を収集しているのはもちろんなんですけども、数年前にですね、昔日中歴史研究センターっていうのが東京の方に村山内閣があった時に設置されまして、それが、閉鎖になった時にそこが持っている中国語の資料を全部うちが引き取ったという経緯がありまして、それで中国語の本がかなり多いと。でその後もどんどん買い増ししているという感じですね。で海外からっていうか、よそから来る、研究者の方も、中国から来られる方とか、中国からいや台湾からの院生さんとかっていうのが多いというような感じになってますね。なるほど、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、後藤さんはここまでということでありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、こちらはですね、最初に我々がおりました円形の閲覧室の3階の部分になります。見ていただいて分かりますように円形の建物をした図書館なんですけれども、日本ではそんなに多くはないとは思うんですけれども、アメリカの議会図書館ですとか、イギリスの大英博物館の図書室とかフランスの国立図書館のような、有名な建物で、円形の閲覧室を持っているところはいくつかあります。この建物自体はですね、建築家の内井正蔵という人がストックホルムにあるストックホルム市立図書館をモデルにして作ったというふうに言われています。一見美しくはあるんですけども、使いづらいところもあって、例えば、我々職員や利用者の方が本を探すのに一周ぐるっと回ってしまったりとかですね、そういった面もあります。はい、このフロアについては以上です。はい、ここからは、山本さんと一緒に見ていこうと思います。よろしくお願いします。ここはですね、資料館3階の貴重書庫になります。外とはちょっと温度が違いますね。温度ちょっと違いますね。ここはですね、24時間エアコンで温度湿度を管理していまして、だいたい20度 50% で一定に保つということで、貴重な本を置いてますので、そういったものが劣化しないように、例えば絵巻の絵の具とかが劣化しないようにということのために、こういった管理をしています。どういったものが貴重書になるんですか？そうですね、一応年代的に言うと、洋書だと1853年より古いもの
を記帳書に指定すると。それから和書ですと1615年より古くないと記帳書にはならないということで、江戸時代のほとんどの本っていうのは別の部屋にまた、置いて管理しているという感じになりますね。あとはその春画とか妖怪の絵巻物とかっていう特徴的なもの、劣化させたくないものっていうのを記帳書に指定して、ここに置いているというような感じですね。でそういったその貴重な資料を、撮影してデジタル化してデータベースとして公開するという仕事をしているのがこの山本さんなので、ではちょっとその作業場を一緒に見に行こうかなというふうに思います。はい、ここが情報工房ですね。そうです。ここが資料の電子化を行うところです。大型のスキャナーですとか、こういったデジタルカメラを使って資料を撮影しています。ちょっと1個撮ってみます、ね。はい。もう今のパソコン操作で写真撮れたっていう感じなんですかね。そうですね。これで1ページの撮影ができました。でこれ撮ったものをどう化するんですかね。日文献では日文献データベースというものを持ってまして、そちらで画像の公開を行っています。はい。これ専門の業者さんに別途お願いするということもあるんですか。はい、外注で業者さんに頼むこともありますし、こちらで資料課のメンバーでやることもあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ここはですね、外書館の3階になりまして、主に洋書ですね、西洋の言葉で書かれた本を置いてあるフロアなんですけれども、こんな感じで日本に関する本がたくさん置いてあるという感じですね。主に外書というものを置いております。外書とはどういう意味ですか。外書っていうのはですね、日文献特有の言葉なんですけども、海外で出版された日本についての本とか、あるいは外国語で書かれた日本についての研究書とかいうものを外書というふうに呼んで、そういったものをできるだけ多く集めて、ここにコレクションとして置こうというようなことでやっております。ここに置いてあるのはそういった外書の一部でして、主にですね、例えば明治時代に来た、西洋人の、書いた紀行文とか、あと日本を紹介する、日本の文化を紹介するものとかっていうものが、こういった形で置いてあります。英語だけじゃなくてフランス語、ドイツ語、オランダ語、ラテン語、ヘブライ語、いろんな言語の、日本に関する本がここに集められているというような感じですね。はい、以上、日文献の図書館ざっと見てきましたけれども、山本さんどうですか。そうですね。資料の多彩さですとか、いろんな設備を見ることができて興味深かったです。はい、ありがとうございました。今コロナで、皆さんに来ていただけない状態にあるんですけれども、またいつかこの日文献の図書館、使いにあるいは見学に来ていただけたらいいかなと思います。今日はありがとうございました。